さあそれじゃあフェリー乗り場に行きましょう。こういう日もあるさ。こんにちは、高木です。今日は九州旅の5日目です。現在は長崎市内に来ております。今日はですね、長崎の雲仙の辺りを走って、その後はフェリーを使って南下していって、最終的には鹿児島県の指宿の方まで走っていこうと思っています。今日はフェリー旅を楽しみたいですね。それじゃあ5日目スタートです。それで今日最初の目的地なんですけど、これから長崎の美術館に行こうと思っています。今日はね、ご覧の通り天気がめちゃめちゃ悪いですから、最初から美術館からのスタートっていうのも悪くないんじゃないかなと思います。さあ、なんか今雷みたいな光ったような。うわいや強敵今日はちょっと景色は期待できないかもね。美術館でちょっとゆっくりしましょう。長崎の街を走っていきます。さあ駐車場に Z 止めて美術館行きましょう。あそこの目の前の方に見えてますね。あれが美術館です。行ってみましょう。はい、長崎美術館行ってきました。建物はすっごい綺麗ですよね。海の運河を引いたような設計になっていて、そこも素敵ですね。もちろん建物も綺麗なんですけど、中で展示されている絵ももちろん素敵でした。で、一つ面白いところがありまして、撮影 OK とのことなので撮影をしてきました。こちらはですね、なんとドローンで撮影した写真を展示しているところです。すごい時代を感じますよね。ドローンで撮影、しかもそれで写真展のね一部になっているっていうのはすごい時代を感じました。いやー、美術館面白かったです。僕は結構ね美術館巡り好きですね。はい、1時間半ぐらいいましたかね。さあこれからですね、長崎市からどちら東の方へ進みまして、諫早市方面へ進んでいきます。さあ走っていきましょう。そしてお昼ご飯も食べたい長崎市内を抜けていきましょう。なんかほんと長崎の街ってすごいな。国道34号諫早方面雲仙の方へ走っていきます。ほんと坂の街ですよねすげえ。長崎の街は一味違うね。国道251号雲仙方面へ向かっております。今右手に海が見えてきました。これからですね、山とかを走りたいなと思ってるんですけど、その前に腹ごしらえしたいですね。どっかいいとこあればご飯を食べようと思います。走っていきます。さあしばらく走ってとある休憩所にやってきました。こちらはね、去年の九州ロングドライブの時にも立ち寄ったところなんですけど、去年食べることはできなかったじゃがちゃんっていうのを食べたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、お土産センターでここの名物のじゃがちゃんってやつと、あと長崎メーカーのクルスっていうお菓子を買ってきました。どんな感じか食べてみましょう。じゃあまずはじゃがちゃんからこれはじゃがいもだじゃがいもを揚げたやつじゃない。でもめっちゃええ匂いがする。いただきます。わー、うめーしょっぱい系の衣に包まれてて、じゃがいもがすっげえホックホックでうめえ。これほっけうめえなこれ。ちょっとうめー。素材の味を生かした感じの食べ物ですね。これぼって美味しいです。さあ次は長崎メーカーのクルスですね。これはね、視聴者の方に教えてもらったんですけど、長崎って言ったらやっぱカステラが有名じゃないですか。でカステラ以外に
こういうお菓子もあるんですね。いただきます。おー、すげえかっこいい。こんな感じです。めっちゃパリッパリした中になんかこう少しね、中に何かが入っているという、そういうお菓子です。美味しいです。お茶と合いますね。はい、千々和の観光センターを出ていきます。じゃがちゃんもクルスも美味しかったです。それでね、先ほどの観光センターですね、お店の方で、エプロンをして作業している方が何名かいらっしゃったんですけど、たくさんいらっしゃるお姉様方の中で一人だけなんか GTR の T シャツを着ている方がいらっしゃってですね、めちゃくちゃ気になりましたね。うわー、気になるって思いながらお会計をしましたはい、そんなことがありましたけれども、これから雲仙の方を走りに行きます。天気が微妙っちゃ微妙なんですけどね、走ったことないので行ってみようと思います。雲仙の目指していきます。さあこちらから山の方へ入っていきますね。国道57号線へ入っていきます。温泉街の抜けて今度は山の方へ入っていきます。さあ上から景色が見えるかな。天気次第だな。雲仙へ登っていきます。さあ国道57号線、結構ねいい感じのコーナーが続いていて、こう走るのが楽しいような、そんな道路ですね。はい、この先のね仁田峠っていうところを走りたかったんですけれども、今日はあいにく通行止めですね。今日は霧が出ているので走れないそうです。しょうがないですので、そうですね、雲仙を降りていってフェリー乗り場目指していきましょうかね。よいしょ。また来ればいいですからね。はい、フェリー乗り場を目指していきます。走ってみたかった仁田峠っていうのが霧で通行止めだったんで、今来た道を引き返してフェリー乗り場の方へ進んでおります。この辺すごいね、温泉街みたいですね。この雲仙、山の上にこんな素敵な温泉街、そしてホテルなんかがあったりするんですね。いいなあ、僕もこういうとこね一回泊まってゆっくりしてみたいよな。そんな思い抱きながら山を下っていきます。フェリー乗り場を目指していきましょう。はい、グリーンロードの途中なんですけど、景色のいいところありましたので少し立ち止まってみました。景色どうかな。よいしょ。おー、いい景色広がってるね。そしてなんといってもこの雲、綿菓子みたいな雲がぼっけー綺麗じゃがいいね。夏だね。それで、これからですね、あの辺からあの辺にフェリーで渡るはずです。はい、ちょっとね適当ですけれどもこうやって思いがけずいい景色に出会えるとなんか得した気分になりますね。さあそれじゃあフェリー乗り場に行きましょう。よっしゃー、口之津港のフェリー乗り場に来ました。ここから天草の方までフェリーが出てますので、こちらでフェリーに乗ります。さあフェリー乗船です。乗っていきましょう。よいよい。これで天草の方までフェリーで渡ることができます。だいぶショートカットして
熊本まで行くことができるんですね。よっしゃ、客室行きましょう。さあフェリー出港しました。これから天草の鬼池港まで約30分ほどでフェリーで結ぶみたいです。天気いいですね。この暑いのにね、デッキの上に上がってくる人は僕を含めて2人ぐらいしかいませんでした暑いですからね。でも景色は抜群ですよ。夏の雲はですね、あの方面へフェリーが向かっています。フェリーの旅も楽しいですね。よっしゃー、フェリー到着しました。はい、フェリー到着しました。でこれからなんですけれども、天草の島をまた南下していきまして、再びフェリー乗り場を目指します。ちょっと噛んでしまったそして、今度はね、熊本から鹿児島へと進んでいきます。よっしゃー、お世話になりました。本当にね、便利なフェリーです。よし、それじゃあ長崎県から今熊本県へ上陸しました。再び熊本県入りです。よーし、今度は鹿児島を目指してフェリー乗り場行きますか。熊本県はいいですね。阿蘇の山々もありますし、そしてこうやってね、島の風景もあるわけで、熊本県ってなんか贅沢ですねこうドライブスポットとしてはたくさんの見どころがある県ですね。はい、そんなことを思いながら、南へ走っていくわけですけど、でもこれから目指していく鹿児島県にはロマンがありますよね。やっぱ九州の最南端ですからね。はい、九州それぞれにいいところがあるんだなっていうのを思いつつですね、走っております。この先天草市イルカセンターという道の駅があるみたいですね。ちょっと寄ってなんか食べるものがないか探してみます。はい、今ね、天草市イルカセンター道の駅でいろいろ買ってきたんですけど、焼き鳥が爆発しましたね。もうバッグの中が焼き鳥のタレまみれなんだけど、マジで財布が最悪焼き鳥のタレまみれになったんだけど、はい、もうね、財布まで焼き鳥のタレまみれになってテンションガタ落ちなんですけど、スイカを買ってきたんで、これを食べます。マジでタレを全部ぶちまけてしまいましたね。はい、いただきます。これたったの160円ですからね。安くてしかもうめえ。はい、道の駅を出ていきます。本当に焼き鳥のタレをぶちまけてしまったおかげで財布がタレまみれになりました財布買い替えようかなっていうぐらいはちょっとね気落ちしてますけれども、港の方へ向かっていきます。はい、非常に悲しいお知らせなんですけれども、私ですね、道の駅で焼き鳥のタレをこぼしたり、のんきにスイカを食べてるうちにですね、乗る予定のフェリーにどうやら間に合いそうにないとそういった事態になっておりまして、予定を変更してフェリーではなくもう陸路で熊本へ戻り、そして鹿児島へ南下していく、そういう予定に変更しました。本当にすいませんでした本当に
焼き鳥のタレをこぼしてなければ間に合ってたかなっていう、そんな感じなんですけど、まあそんなこと言ったっても仕方ないんで、気を取り直して走っていきますあうまくいかねえなまあこういう日もあるさ。はい、すっかり夜になりました。夜の8時です。今道端でずっと休憩してました。途方に暮れてました。今日はどうしようかなと思って、でもね、車中泊はやっぱり暑いので、また今日は熊本の町でいつもの宿に泊まろうと思います。今日はね、なかなかうまくいかないことが多かったですけど、その代わり明日はもっといい一日になるように頑張りたいと思います。熊本の宿へ向かいます。お弁当の平井のザ・カツ丼です。さあ今日の宿に到着です。この快活クラブは九州旅2日目でもお世話になったところなんですけどね、今日もお世話になります。